皆さんこんばんは、タモです。おうちクリスマスを楽しむために集めてきた購入品をご紹介したいと思います。今回おうちをクリスマス一色にするためにフライングタイガー、IKEA、ニコ&ラコレ、ナチュラルキッチン、そしてサリュとたくさんのお店を見て回り、心ときめくクリスマスグッズをかき集めてきました。ツリーを飾るオーナメントやテーブルウェア、そしてちょっとした置物まで幅広い商品を購入してきたので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではクリスマス購入品紹介スタート。まずはツリーを飾るオーナメント系からご紹介します。最初はこちら、ニコ&で購入したオーナメントセットです。こちらはきらびやかなオーナメントが30個セットになっていて、プラスチック素材なのでガラス製のオーナメントよりも取り扱いやすく、お子様やペットのいるご家庭でも比較的安心して使えるオーナメントになっています。実は今年初めてクリスマスツリーを購入しまして、最初なので数の揃ったオーナメントセットが必要だなということでセットを探していたところ、出会ったのがこちらのオーナメントセットでした。初めて見た時に赤と緑とゴールドのこの王道のクリスマスカラーの配色と一つ一つの形に一目惚れして即購入を決めました。ちなみにこのセットの中にはボール型だけではなくて、玉ねぎのような形のオーナメントだったり、雪の結晶がデザインされたものだったりと、全部で10種類のオーナメントが各3個ずつ入っています。サイズも大小と異なるものも入っているので、こちらを購入すれば一気にクリスマスツリーが華やかになるセット内容になっているのかなと思います。もしも私と同じように初めてクリスマスツリーを飾るよという方がいれば、こちらとってもおすすめです。続いてはこちら、キャンディーケイン型のオーナメント6個セットです。こちらもニコ&で購入しました。こちらは赤基調のものと白基調のもの2種類のオーナメントが各3個ずつ入っていて、先ほどと同様にプラスチック素材でできています。一つ目にご紹介したこちらのオーナメントセットをメインにツリーを飾り付けするので、色に統一感を持たせるために先ほどのセットに使われている赤色にリンクさせた異なる形のオーナメントを購入しました。先ほどのセットには入っていない縦長のオーナメントを一緒に飾ることでツリーにメリハリが出るかなと思い購入しました。はい、続いてこちら、ツリートップです。こちらはラコレで購入しました。ツリートップはツリーの一番上で輝く象徴的なものなので、今回たくさんのお店のものを実際に見て選びました。私が購入したツリーは高さが150センチなので、それに合わせて大きすぎないサイズのツリートップを探していたのと、このツリートップが重すぎると飾った時に重さでツリーの先端が傾いてしまってまっすぐ飾れないということを事前に調べていたので、この重さも重視して購入しています。こちらはサイズも重さもデザインもまさに私の理想ぴったりなものを見つけられて大満足です。続いてはこちらの2つ、キラキラが可愛いオーナメントをご紹介します。まず1つ目がこちら、ツリー型のオーナメントです。こちらはラコレで購入しました。続いて2つ目はこちら、スター型のオーナメントです。こちらはニコ&で購入しました。今回は赤と緑のオーナメントをベースにアクセントでゴールドのオーナメントをツリーに散りばめる計画です。そしてこのゴールドのオーナメントはボール型ではなく形に特徴があるものを選んでいて、少ない数でも存在感が出るようなものを購入しています。どちらも先ほどのツリートップに合わせてキラキラ感が可愛いゴールドグリッターのものにしました。光に当たるとグリッターがキラキラと光る感じがたまらなく可愛いですよね。ツリーはもちろん単体でドアなんかに飾っても可愛いのかなと思います。ちなみにどちらもプラスチック製です。続いてはこちら、ガラスドームのオーナメントです。こちらもラコレで購入しました。こちらはガラスドームの中に雪景色を閉じ込めたようなデザインになっていて、なんとこちらこのように光ります。
電池は別売りになるんですが、LED ライトが仕込まれているので、夜暗くなってからこのライトをつけると、昼間とはまた別の雰囲気のオーナメントを楽しめる面白いデザインです。ちなみにこちらはこのように下にクッションがついているので、単体で棚や机に置いて飾るのも素敵なのかなと思います。続いてはこちらの2つのオーナメントをご紹介します。いずれもサリュで購入しました。今までのツヤっとした素材のオーナメントとは違い、この2つはベロア生地で包まれたオーナメントです。ベロア生地にゴールドのラメで模様が描かれていて、この高級感のある上品な雰囲気が大人っぽい印象をツリーにプラスしてくれるのではないかと思い購入しました。サリの店舗にはこの2つ以外にも素敵なデザインのオーナメントが置いてあったので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ちなみにこちらの2つは本体がガラス製なので、取り扱いには注意が必要です。オーナメント系の最後はこちらの2つをご紹介します。こちらはナチュラルキッチンで購入しました。冬を感じるミトンをモチーフにしたオーナメントになっています。手よりも小さいこのサイズ感がとっても可愛いです。ちなみにこちらはこの2つの他にもう一つホワイト×レッドで白ベースに赤の差し色が入ったデザインのものも販売されていました。はい、次にお部屋を華やかにするデコレーション雑貨をご紹介します。まずは IKEA で購入したこちら2つの星型ランプシェードをご紹介します。こんな感じで最初は三角のパッケージに入っているんですが、開封して組み立ててみるとこんな感じで簡単に星型のランプシェードになります。かわいい。こちらの白いデザインの方は70センチ、赤い方が48センチのサイズになっています。そしてこちらを照明として使うには別売りのコードと電球を購入する必要があります。こちらの2つも IKEA で購入しました。今回私はランプシェード2つに対してコードを1つしか購入していないのですが、1つはもちろんランプとして、残ったもう1つは置物として使おうと思ってそうしています。こちらただ置いておくだけでも存在感があって可愛いのかなと思っています。ちなみにこちらの白いシェードはポツポツと穴が開いていて、この穴から電球の光が広がるデザインになっているんですが、 IKEA の店舗で実際に見た時にその姿がとっても素敵で購入しました。つけてみるとこんな感じです。続いてはこちらクリスマスツリー柄のタペストリーです。こちらはラコレで購入しました。店舗には柄や色が異なるクリスマスのタペストリーがこちらを含めて4種類ほど販売されていて、どれも本当に可愛かったんですが、今年は王道カラーのクリスマスを楽しむと決めていたので、赤と緑の配色が目を引くこちらのタペストリーにしました。ジャガード生地で作られているので、生地に立体感があってとっても高見えします。この赤と緑も原色のようなパキッとしたものではなく、少し深いシックな色合いになっているのもお気に入りポイントです。続いてこちら木でできた雪だるまの置物です。こちらもラコレで購入しました。ナチュラルな木の素材でできたスノーマンに白のストライプ柄と金箔がアクセントになっているデザインがとっても可愛いです。こちらの他にストライプの色がネイビーになったものや3段ではなく2段の雪だるまもありました。優しい雰囲気なのでデスクなど目に入りやすい場所に置いて癒されたいと思います。続いてはこちら IKEA で購入したブランケットをご紹介します。こちらは 130×170cm のサイズの薄手のブランケットです。カラーはオフホワイト、オレンジレッド、ダークイエロー、チャコール、そして私が今回購入したライトグリーンの全5色展開でした。こちらは特にクリスマス商品というわけではないんですが、ソファーにふわっと
置いておけば、このライトグリーンの主張しすぎない優しい色味が赤と緑を基調にしたクリスマス一色のこの部屋とグレーのこちらのソファーを程よくつないでくれるのではないかと思い購入しました。クリスマス商品ではないので、このシーズンが終わった後も長く使える商品なのかなと期待しています。雑貨系の最後はこちら、サンタクロースのぬいぐるみです。こちらも IKEA で購入しました。こちらは高さ14センチほどの小さなぬいぐるみで、店舗で見た時になぜか気になって買ってしまったものです。目や眉毛などがないデザインになっているので、その時々の自分次第で見えてくる表情が変わるような面白いサンタです。一番のお気に入りポイントは何といってもこの手です。一仕事を終えてふーっと一息ついているところなのか、はたまたえへんと威張っているところなのか、よくわからないですが、なんだか可愛くて、このミニサンタを見るたびに癒されています。なかなか大人になるとサンタさんも来てはくれないので、自分でサンタさんをお迎えしてみるのはいかがでしょうか。はい、購入品最後の紹介はテーブルウェアをご紹介します。まずはこちら、チェック柄のテーブルクロスです。こちらはフライングタイガーで購入しました。サイズは 140×220 センチの大判なので、大きなテーブルにも使えます。こちらもやはり赤と緑の配色が可愛いものを探してゲットしました。このテーブルクロスをかけるだけで一気に食卓がクリスマス気分に変わりそうなデザインで、とってもお気に入りです。続いてこちら、手紙風のペーパーナプキンです。こちらもフライングタイガーで購入しました。広げてみるとこんな感じです。今年はお家で友達とクリスマスパーティーをする予定があるので、先ほどのテーブルクロスにお皿を置いて、その上にこのペーパーナプキンをさらっと置いたら、とっても可愛いんじゃないかと思って購入しました。いろいろなお店でペーパーナプキンは販売されていますが、この手紙風のデザインは他ではなかなかないのではと思って、フライングタイガーで購入したこちらのペーパーナプキン気に入っています。続いてはこちら、ボタン型のトレイです。こちらは IKEA で購入しました。大きさは30センチ、重さは1キロもある、実用性にはちょっと欠けるかもしれないトレイです。ただ、まるで自分が小人になったかのような気分になれる遊び心あふれたデザインに一目惚れして、私は即決で購入しました。開けてみるとこんな感じで、もちろんトレイとして使っても可愛いですし、壁に立てかけたりするだけでも十分可愛いのかなと思います。続いてはこちら、雪解けスノーマンのミニプレートです。こちらはナチュラルキッチンで購入しました。これはもう一目惚れです。私はサンタさんももちろん好きなんですが、何よりも雪だるま推しなんです。なので今回もサンタさんより雪だるま商品が多くなっています。こちらは雪だるまが溶けちゃっているっていう、このなんとも無気力な感じのデザインが可愛らしくて最高です。しかもこちらお値段がなんと税込み165円という衝撃のお安さ。本当にナチュラルキッチン様々な商品かなと思います。そしてこちらのプレートと合わせて使いたいのがこちら、雪解けスノーマンのカトラリーレストです。こちらもナチュラルキッチンで購入しました。もう本当にため息が出るほど可愛すぎる組み合わせです。可愛い。こちらのプレートにデザートを乗せて、カトラリーレストにフォークやスプーンを乗せて使っても当然可愛いんですが、例えばこのプレートにこちらのカトラリーレストを乗せて、このスペースにイヤホンや腕時計、カトラリーレストに指輪なんかを置くような使い方をしてもとっても可愛いのかなと思います。続いてはこちら、スノーマンのマグカップです。こちらもナチュラルキッチンの商品です。これで雪だるま商品は最後になるんですが、こちらもこのまん丸なフォルムとつぶらな瞳が可愛いですよね。容量は 270ml と小さなマグカップです。私はマグカップとしてではなく、こちらを花瓶として使いたくて購入しました。こちらにクリスマスらしい配色の植物を入れてテーブルに飾ったらとっても可愛いかなと思います。はい、最後にクリスマス商品ではないですが、今回ご紹介したクリスマス商品たちと一緒に使おうと思って IKEA で購入してきたものを3点ご紹介します。まずはこちら、
クリアガラスのマグを2つ購入しました。こちらは今回 IKEA へ行く前から気になっていた商品だったのですが、 IKEA のレストランで実際にこちらが使われていて、使い心地やデザインが気に入ったので、夫婦で使うために2つ購入しました。ホットにもアイスにも使える強化ガラス製なので、この冬ここにホットチョコレートを入れてマシュマロを浮かべたりして、その様子を楽しみたいなと思っています。そしてこちらと合わせて使いたいのがこちら、コルク製のコースターです。こちらは2個がセットになっています。先ほどのマグを使うときにこちらをこのように合わせて使うことで、テーブルを傷や汚れから守ってくれたり、置く時の音を和らげてくれるみたいです。さらに縁が深くなっているので、平らなコースターと比べてマグがコースターからずれて落ちてしまいにくそうな点もいいなと思いました。最後はこちら、ガラス製ストローのセットです。ずっとガラス製のストローは欲しいと思っていて、今回 IKEA で可愛らしいカラーのものを見つけたので購入しました。こちら開けてみると、中には4色のガラスストローと洗浄ブラシが入っています。こちらを購入するだけでブラシまでセットになっているのが便利ですよね。ストローもまっすぐではなく、少しカーブがかったデザインになっているところが気に入っています。例えばこんな感じで、先ほどのスノーマンのマグカップに緑のガラスストローを合わせてもとっても可愛いです。はい、ということでクリスマス購入品紹介は以上になります。たっぷり27点ご紹介しましたが、いかがでしたか？今まで IKEA やフライングタイガーにはクリスマスのイメージがあったんですが、今回のお買い物でアパレルのイメージが強かったラコレやニコアンドにもクリスマス商品が展開されていることを発見でき、来年以降のクリスマスもたくさんのお店をチェックするのが楽しみになりました。今回ご紹介した購入品は今後アップ予定の Vlog で実際に使用している様子や感想をお届けします。ぜひチャンネル登録をして公開をお待ちいただけたら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。タモでした。